天秤座のゴールドセイント。お羊座と同様に常に味方サイドにつき、正義の均衡を見定めることができるのが天秤座。師弟関係の絆も深く、それは形となって伝承される。今回は歴代天秤座のゴールドセイントを解説していく。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は歴代天秤座のゴールドセイントを解説していくぞ。こう言っちゃなんだけど天秤座って12星座の中で一番地味だよね。地味とはいや、12級編の中でも直接戦う場面がないし、もちろん支流がクロスをまとう場面もあるけどさ。言いたいことはわかるが、12星座のゴールドセイントは常に揃っているわけではないからな。むしろ揃っている方が珍しいと言える。じゃあ天秤座は貧乏くじを引かされたと。さあな。言葉が詰まっているじゃん。まあ、それはともかく。天秤座はお羊座と同様に常に味方側について活躍する星座だ。そんな誇れる歴代天秤座の解説に移るとしよう。よろしくね。ライブラの動向。サンクチュアリ12級の一つ天秤級を守護する天秤座のゴールドセイント。他のクロスとは大きく異なる部分があり、クロスの守護星座の形態をなす目的ではない武器を6種で各一対、合計12個装備している。星をも砕く天秤座の武器と言われるほどの強大な破壊力を秘めており、本来はゴールドセイント専用の武器であり、ゴールドセイントが使用することでその威力が最大限に発揮される。通常は武器を用いず素手で戦うセイントであるが、アテナもしくは天秤座のセイントの許可が下りた時にのみ、天秤座の武器を使用することが可能。天秤座のゴールドセイントが、セイントの善悪を判断する要の役目を持っていると言われるのはこのためである。劇中では天秤級に常駐して守護することはなかった。射手座と天秤座が当時のゴールドセイントでは不在だったんだよね。カンフー服に傘をかぶった小柄な老人であり、弁髪の先にリボンをつけている。ドラゴンの支流を弟子に持ち、春麗というみなし子を拾って幼女として育てていた。そんな同子の年齢は当時御年261歳。これまで培ってきた知識と経験により、集団での戦闘時は参謀的な役割を担うことが多い。もう超人というか仙人みたいな、そんな存在だよね。てか、どうやってこんなにも寿命を伸ばしているんだっけ？同子は18歳の時に先代アテナよりミソペサメノスと呼ばれる菓子の方を受けたのが原因だ。この方の効果により心臓が1年で10万回。つまり1日の平均的な心臓の鼓動しかしていない状態になっており、身体への負担を極限まで抑えている。現代では五郎坊より西2000キロの巨塔に封印されていたハーデスの封印を監視。かつ聖戦において疲労した体を仮死状態にして休ませていた。強行なき後は事実上のセイントの最高指導者となっており、五郎坊にありながら全てのセイントたちに指令を与えている。サガの乱の後には支流のクロスを蘇らせるために血を提供した。12級編では直接戦う場面がなかったもんね。そうだな、実際に直接対決をしたのはハーデス編からだ。ハーデス軍の侵攻にあたりついに老体の内部より前世紀の18歳に維持されていた肉体を蘇らせ、243年ぶりにクロスをまとって戦いに臨んだ。この時コスモが最大限に高まり、背中には猛虎の顔が浮かび上がる。背中に入れ墨のごとき獣の姿が浮かび上がるセイントが時代の天秤座である。これに該当するならば支流とその子の UFO が当てはまる。この時対峙したのは全教皇であり、親友であったシオンだ。そういえば作中での対決ってここだけだよね。ああ、しかもシオンとのバトルもうやむやなまま中断されているばかりか。冥王軍の目をごまかすための振りだったと解釈すると、まともな戦闘シーン自体がないとも言える。そう思うと戦う場面がもっと見たいと言えるゴールドセイントだね。その後は嘆きの壁を撃破するために全コスモを放出し、他のゴールドセイントたちと共に散った。ここからはスピンオフでの活躍を見ていくぞ。セイントセイヤネクストディメンション冥王神話では、前聖戦時代の若い同子の姿が描かれている。教皇からゴールドクロスを与えられ、友のシオンと共にブロンズセイントからゴールドセイントへと昇格。若くとも一人称は和紙としている。この頃からシオンとは仲が良いわけだね。ゴールドセイントになりたてのみで一人ハーデスを倒しに行くといった勇猛さが伺える。ちなみに同じ友の水鏡が使っていたハイザのクロスに移った。自身の未来の姿を見て驚くといった描写がある。そりゃ、老人になった自分の姿を見たら、ね。驚くのは無理ないな。そして未来からやってきた支流とも対面するという展開もあり、同子自身色々と振り回される場面が多いと言えるな。直接対決は天秤級で天優勢ガルーダとなった水鏡と対峙、彼を打ち倒す結果となった。セイントセイヤザロストキャンバス冥王神話でも同様に若い同子の姿で登場。口調も年寄りのような話し方をする。
主人公ペガサスの天魔の師匠であり幼い彼の才能を見出しサンクチュアリで立派に育て上げ、敵である天望星ベヌーのカガホの心の傷に気づいて、彼を救おうとするといった若いうちから人格者であることが伺える。仲間を大切にする姿勢は昔からってことだね。劇中ではミノタウロスのゴードン、アルラウネのクイーン、バジリスクのシルフィードのスペクター3人を苦戦しながらも倒す。映画レジェンド・オブ・サンクチュアリでは、死竜の死であることは健在。本編での登場はないが、聖夜たちが白羊宮へ到着した際、ムーの口からチキであることが語られる。同子の名も登場せず、天秤座のセイントとだけ呼称されている。セイント聖夜ソウル・オブ・ゴールドでは当初、自分の存在をアピールできる闘技場にて戦っていた。年長者としてアルデバランの迷いをヘラクルスと戦わせて払拭させ、ユグドラシル内では勇め、まとめ上げるなど縁の下の力持ちとして尽力。ムーとの共闘の際は、かつての友シオンを重ね合わせていた。また、サガやムーと共にゴッドクロスによるアテナエクスクラメーションを披露した。セイント聖夜エピソード G では常に五郎棒に座し、サンクチュアリの召集には応じていない。五郎棒より自分の幻影や天秤座のクロスを飛ばすことで、アイオリアの危機を救うといった活躍がある。他作品でも直接動くような描写はあまりないってことだね。ここからは彼の技を見ていこう。ロザン竜飛翔。竜の闘気を全身にまとって突進する。ロザン百竜派。コスモを集中し、両手を突き出すことで無数の竜のオーラを放つ。ロザン小竜派。渾身の力を込めて拳を振り上げる技、ロザンの大爆風を逆流させるほどの超威力アッパー。竜が飛ぶストレートと闘気の複合技と解釈されている。ロザン光竜派。相手を自分ごと大気圏を突き抜けて宇宙に道連れにする自爆技。竜子千人演武。ロザンの名がついてない唯一の技、無数の敵を相手にする際の東方。以上だ。この後登場する支流にも繋がる技が多いね。しっかり伝承されているわけだな。さあ、次のゴールドセイントに移るぞ。ライブラの原部。セイント聖夜オメガに登場する天秤座のゴールドセイント。オメガのゴールドクロスの中では比較的旧作に近いデザインとなっている。調和と均衡を司るゴールドセイントを名乗り、老子同子に教えを請いた支流の弟弟子である。年齢は不明だが劇中での会話から支流より数年以内くらいで年下と思われる。見た目は長身で逆立った明るめの茶髪と緑の目の美形。見た目もかっこよくて正当なゴールドセイントって感じがするね。てかさ、同子の次って普通に考えたら支流だよね。どうして玄武が天秤座のゴールドセイントに就任したの？支流が軍神マルスとの戦いで魔性を追い、コスモを高めることは愚か喋ることもままならない状態であったことが挙げられるな。戦える状態ではなかったから弟弟子に託したわけね。まあ、そこまで二人の関係が当初は良かったわけではなく、というのも、修行にあまり身が入らず同子に説教を食らう日々で、結局セイントにならず同子の元を離れている。そのせいか支流も玄武に思うところはあったと考えられる。劇中当初はそのような説明がなく、玄武が天秤座を強奪したよう見えたが、新12級編では経緯を解説されたことで判明した。他のゴールドセイントがマルス側につく中、アテナに忠義を立てる数少ないゴールドセイントの一人となった。ほにゃららショックがなくてよかったね。作品での対決はアクエリアスの時貞と、時貞の時間操作により相手の動きを遅くする技に、多少苦戦するもそれ以上の速さで動けばいい。といった理屈で時貞を圧倒する実力を見せつけた。2期に突入してからはゴールドセイントたちの中でも仕切り役に近い存在となっている。新たな敵パラスそしてパラサイトが出現、2級パラサイトエーギルの進行を抑える。本来であれば楽に勝てる相手であったが、エーギルがハイペリオンより聖剣天地放滅山を借り受けたことで事態は一転。玄武は命を犠牲にして聖剣にひびを入れ、時間を止められたパライストラの避難民そしてセイントラを救った。味方のゴールドセイントが作中で退場って珍しい展開だよね。玄武の死後、天秤座のクロストーンはしばらくの間、UFO が保管することとなる。彼の技も見ていこう。ロザン神武剣。右拳にコスモを込めて放つ聖剣付き。ロザン上帝派。両手の構えとともにコスモを極限にまで高め、一気に放つ黄金の竜巻。ロザン昇天派。玄武最大最後の奥義。黄金の竜のオーラを打ち出す拳で、昇竜派の派生技に近い。次の兄弟子へと引き継がれていくわけだね。ああ、次が最後だ。ライブラの支流。もともとはドラゴン座のブロンズセイント。グラード財団総帥の木戸光政の100人の試着室師の一人として生まれ、光政からは認知されておらず孤児として育った。ライブラの同子の下で5年にわたる修行の末に、
ロザンの大幕府をも逆流させるドラゴン最大の奥義ロザン昇竜派を体得。大幕府の底に眠っていたドラゴン座のクロスを得て、セイントとなる。ブロンズセイントで聖夜たちと多くの戦場をかけてきた頼れる仲間だね。セイント聖夜における天秤座のゴールドセイントで登場する機会が複数ある。セイント聖夜本編では海王ポセイドンとの戦いにおいて、五郎棒を動くこともままならないライブラの同個の石により、ブロンズクロスを敵に破壊された支流に天秤座のゴールドクロスが力を貸した。また劇場版では、アテナの兄アベルとの戦いで身につけるといった場面がある。ハーデス編ではタナトスとの戦いにおいては全く抵抗する暇もなく、一撃で粉々にされたが、クロス修復師として成長した月によって完全修復された模様だ。そう思うと聖夜ほどではないけどゴールドセイントになる機会が多いよね。だな、支流の背中には竜の姿が浮かぶことから天秤座のゴールドセイントの資格も満たしている。誕生日も天秤座だし、問題ないね。ちなみに初期の支流の誕生日は2月11日であり、現在の10月4日に変更されている。それだと水亀座になるもんね。セイント聖夜オメガでは適性があるものの弟弟子の玄武が就任した。先にも述べたが、魔性を追って戦えないため玄武に託したとされる。そして玄武亡き後、彼の意志を継いで天秤座のゴールドセイントをまとうことになる。待ちに待った瞬間だね。この時のゴールドクロスの形状だが、玄武の時とは細部が異なる。玄武は本来のゴールドクロスに近いものだが、支流のものとは異なり、ヘルメット型であったマスクが、角飾りの衣装をほぼそのまま残したヘッドギア型に変更されている。劇中では息子である UFO と共にパラスの居城に乗り込む。てか、セイント聖夜における親子タッグって珍しいよね。指定はあっても親子は他にないからな。UFO を指導するかのように立ち振る舞いその成長を見届けるといった。親バカを見せることにもなった。クールなふりをしてもそこは親だよね。その後は玄武の敵とも言えるハイペリオンと対峙。圧倒的な力に苦戦、聖剣天地放滅山に対抗するために、禁断の技アテナエクスクラメーションをアリエスの危機やバルゴの不動と共に放つ。玄武が命と引き換えに入れていた日々から破損が拡大、ついに打ち果たすことになった。亡き弟弟子や息子に天秤座のゴールドセイントとしての活躍を証明したわけだね。ああ、そうだな。この他にもセイント聖夜エピソード G アサシンでは、同この後を継ぎ天秤座のゴールドセイントとなった支流が登場。シュラが主人公のためエクスカリバーを受け継いだ者同士が再び開口。シュラは過去の記憶が不完全な状態であったため支流のことは覚えていなかったが、記憶が戻った後は、俺はお前がいたから今ここで正しきセイントとして生きていると感謝の言葉を受けた。受け継いだエクスカリバーが支流を助けてくれたね。ここからは天秤座のゴールドセイントとなった支流の技を見ていこう。ロザン竜飛翔。竜の闘気を全身にまとって突進する伝統技。ロザン昇竜派。支流の代名詞と言っていい技。竜が飛ぶ超威力アッパーと闘気の複合技。ロザン百竜派。コスモを集中し、両手を突き出すことで無数の竜のオーラを放つ。後に支流にも受け継がれたほか、その息子である UFO がこれの強化版と思われるロザン旋流派を披露している。ロザン交流派。相手を自分ごと大気圏を突き抜けて宇宙に道連れにする自爆技。以上だ。エクスカリバーはないの？天秤座をまとってからは使用していない、はずだ。そういうことね。天秤座のクロスも武器にまつわることだし、エクスカリバーや最強のドラゴンの盾といい、武器防具関係が多いね。だな、設定的に武器防具に深く関わりがあるのは間違いないな。では今回はこれで以上。最後に一言いいかな？どうした？同個玄武支流の名前って死生獣に関連しているわけだし、次のゴールドセイントはスザクって考えると、一騎？いやいや、一騎は獅子座だぞ。誕生日からも天秤座はないな。じゃあ今後、新キャラに期待だね。だな。では、ご視聴ありがとうございました。